おはようございます。ミントです。みなです。7月16日木曜日の海外テックニュースです。今朝は7本お伝えします。トップは中国のネット規制当局が Apple インテリジェンスを登録したというニュースです。中国国内での中身にはアリババのクウェーンが使われる見通しです。今日のラインナップです。 AI の国境をまたぐ扱いから静寂性、著作権、そして企業への実装まで幅広くお届けします。それでは1本目からです。ロイターによりますと、中国のネット規制当局は7月15日 Apple 製品の iOS、iPadOS、MacOS、VisionOS 向けに提供される AI サービス Apple インテリジェンスを登録したことが分かりました。これにより中国国内での Apple インテリジェンス提供に向けた手続きが一つ進んだことになります。アリババは自社の AI モデルクウェーンがこの Apple インテリジェンスに統合されると声明で明らかにしています。 iPhone って国によって中身の AI が違うんですか？中国では生成 AI に関する規制への対応が求められていて、Apple も現地の事情に対応したモデルと組む必要に迫られているとみられます。ブルームバーグの見出しでは、この統合にアリババに加えバイドの名前も挙がっていますが、詳細な役割分担や提供開始時期は両社とも現時点では公表していません。 Apple にとって中国はそんなに大事な市場なんですか？ CNBC の決算報道によりますと、直近四半期の Apple 中国売上は前年比 28% 増の204億5000万ドルで、Yahoo ファイナンスの報道では中国スマホ市場のシェア2位に復帰したとされています。発表を受けてアリババの ADR は 6% 超上昇したとテッククランチが報じました。ただ Apple インテリジェンスが実際にいつから使えるようになるかはまだ発表されていません。続いてはセキュリティの話です。プレブスオンセキュリティによりますと、マイクロソフトは7月14日の月例パッチで過去最多となる570件の脆弱性を修正しました。テッククランチも同様の件数を確認しています。このうち2件はすでに悪用が確認されているゼロデイ脆弱性で、一つはアクティブディレクトリーフェデレーションサービスの権限昇格の問題、もう一つはシェアポイントサーバーの問題です。 CISA は同日この2件を基地悪用脆弱性のカタログに追加しました。パッチが過去最多ってことはそれだけ弱点が増えたってことですか？件数が過去最多になったのは脆弱性そのものが急に増えたというよりも、見つける力が上がったことが大きいとみられます。マイクロソフト公式ブログの7月9日付の投稿によりますと、 AI を活用したバグの発見が進んでいるため、今後のパッチ件数は大幅に増える見通しだと事前に説明していました。 Windows 責任者のパバン・ダブルリューリ氏は、 AI が防御側の発見を助けるほどリリースごとのセキュリティ更新の量は増えていくと述べています。具体的にどの AI ツールを使って見つけたのかは分かってるんですか？そこはまだ非開示です。テックリパブリックの報道では、ゼロデイは合わせて3件確認されたうち2件が悪用済みとされていますが、570件のうちどれだけが AI による発見なのか内訳は明らかにされていません。続いては新しい AI モデルの話です。シンキングマシーンズラブの公式発表とテッククランチによりますと、元オープン AI CTO の宮村氏が創業した同社は7月15日初めての AI モデルインクリングを公開しました。オープンウェイトで全体ではおよそ9750億のパラメータを持ちながら、一つのタスクで実際に使うのは約410億のみという構成です。学習にはテキストや画像、音声、動画など45兆トークン分のデータを使ったと自社発表しています。現時点で出力できるのはテキストのみです。性能が一番強いってわけじゃないのに公開して賞賛があるってことですか？同社自身が現時点で最強のモデルではないと明記しています。それでもあるコーディング指標ではネモとロンの上位モデルの約3分の1のトークン数で同等の性能を出せたと自己申告していて、第三者による検証はまだありません。ブリッジウォーターアソシエイツとの提携でも金融の推論テストで 84.7% という数値を出し、実行コストは主要な非公開モデルの約14分の1だったとしていますが、これも両社独自の評価にとどまっています。この会社他社の AI には頼ってないんですか？実はそこも公表していて、自己学習用のデータ生成にムーンショット、AI の君 K2.5 など他社のオープンウェイトモデルを利用したと自社の発表で明らかにしています。収益化の道筋については今回の発表では触れられていません。続いては著作権をめぐる係争中の話です。404メディアが伝えたところによりますと、
AI 作曲サービススノの内部に何者かが侵入し、学習データの収集方法に関する内部情報が流出したとの報道がありました。テッククランチも同様の内容を伝えています。ハッカー側は2025年11月のサプライチェーン攻撃で社員の認証情報を入手しソースコードにアクセスしたと主張していて、 YouTube ミュージックや Deezer、ジーニアス、ストック音源、ポッドキャストの RSS フィードから音源を集める仕組みを確認したとしています。顧客のメールアドレスや電話番号、ストライプの決済情報の一部にもアクセスしたとも主張していますが、これらは全てハッカー側の主張であり、第三者による検証はまだ行われていません。スノで曲を作ったことがある人のデータも対象になってるってことなんですか？ハッカー側の主張の段階にとどまっていて、範囲がどこまでかはスノ自身もまだ確認していません。スノは公開されている音楽ファイルで学習しており、フェアユースの範囲内だとの立場を示しています。2025年11月の一件についても迅速に封じ込めた限定的なインシデントだったと説明しています。レコード会社側はこの件をどう見ているんですか？スノを提訴している大手レコード会社側は、ザ・バージによりますと、YouTube が用意している収集防止の仕組みを意図的に回避していたとして、著作権法 DMCA 違反に当たると主張しています。この訴訟は今も係争中で、裁判所の判断はまだ示されていません。続いては AI 企業の実装ビジネスの話です。テッククランチの独占報道によりますと、アンソロピックが5月にブラックストーンやヘルマン&フリードマン、ゴールドマン・サックスなどと共同で設立していた AI 実装企業の正式名称がオードウィズ・アンソロピックであると分かりました。評価額は15億ドルとされています。 CEO のクリス・テイラー氏はテッククランチの取材に対し、うまく実行できればいずれ1兆ドル企業になっても不思議じゃないと述べています。 AI モデルを作る会社とは別に AI を企業に組み込む専門の会社ってことですか？そうですね。エンジニアは約100名でクロードを中心に使う方針だとしています。オープン AI も同様のザ・デプロイメントカンパニーという組織を展開していて、業界の争点がモデルの性能そのものから企業への実装へと移っている構図が見えてきます。実際どれくらいの売り上げを目指しているんですか？そこは今回の発表では明らかにされていません。数値目標は非公表のままです。続いてはインターネットの仕組みそのものに関わる話です。テッククランチの独占報道によりますと、 TCP/IP の設計者の一人であるビント・サーフ氏が6月末に Google を退職した後、アイデンティティデジタルの子会社イノベーションラブズの顧問に就いたことが分かりました。同氏が関わる新方式 DNS-ID はドメイン名に AI エージェントの身元を暗号学的に紐付け、登録や監査ができるようにする仕組みで IETF にドラフトがすでに提出されています。ただしこれは標準化に向けた検討段階の文書であり、正式な標準として採択されたものではありません。 AI エージェント同士のやり取りで本物かどうかってどうやって見分けるんですか？サーフ氏はテッククランチの取材に対し、 AI エージェントがどんな権限を持ち行動に誰が責任を負うのか、身元をどう確立し、なぜ信頼できるのかという問いが重要になっていると述べています。この仕組みもう実際に使われ始めてるんですか？暫定 CEO のアリー・クライン氏によりますと、複数の匿名のハイパースケーラーや ID 関連企業と実証実験を進めている段階です。どの企業が採用するか、標準化がどう進むかはサーフ氏自身もまだわからないと述べています。最後は軽めのハードウェアの話題です。オープン AI の公式ページによりますと、同社はワークラウダーと共同開発した230ドルの専用キーボードコデックスマイクロを発売しました。複数の AI エージェントを切り替えるための専用キーや推論量を調整するダイヤルを備えていて、自社では限定コラボ企画と位置づけています。 AI の会社が専用キーボードまで作るんですか？今回は小さな一歩という位置づけで、ブルームバーグの報道では画面のないスピーカー型の本命端末を別に開発中とされています。ただこの本命端末をめぐってはアップルがオープン AI が営業秘密を不正に利用したと主張して提訴していて、オープン AI 側はその主張を裏付ける事実を認識していないとして否定しており、こちらは係争中で決着していません。今日は AI の国境をまたぐ扱いから脆弱性、著作権をめぐる争い、そして企業への実装や信頼の仕組み作りまで、 AI の競争が性能そのものから実社会に組み込む時の境界線をめぐる攻防に移りつつあると感じさせる一日でした。気になるニュースがあれば高評価やチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。以上、海外テックニュースをお伝えしました。みなとミントでした。